はいどうも、ぐちおののまど旅チャンネルへようこそということで、旭川に来ております。あちらに旭川駅が見えますね。でこちらが買い物公園通りとなってます。駅からまっすぐ伸びる歩行者天国です。僕は今日これからですね、レンタカーを借りて北海道ドライブします。ドライブの目的はですね、2023年の3月に部分廃止される予定の留萌本線の全ての駅を巡ろうと思っておりまして、そのためにレンタカーを借りるといった次第です。留萌本線は旭川の近くにある深川という駅から伸びている線路で、現在は留萌までを結んでおります。そちらが来年の3月に石狩沼田留萌間が廃止となりまして、その3年後の2026年には、深川と石狩沼田そちらが廃止される予定となってまして、今回ね、廃止される全ての駅を巡ってみようということで旭川に来ました。ちなみに2016年までは留萌から先の増手という駅まで伸びてたので、可能であればそちらの方まで行ってみたいと思っております。丸1日にわたって留萌線の沿線を巡る旅ということになりますので、ぜひね参考にしていただければと思います。せっかく廃止になるということなんで、可能であればね、鉄道で巡ったりもしたかったんですけれども、さすがに列車の本数が少ないので全ての駅を巡るのは難しいだろうということで、今回はレンタカーを使って巡ります。僕一人が留萌線乗ってもミジンコぐらいのサポートにしかならないので、今回はねちょっとすいませんがレンタカーを使わせていただきますということで、では早速今回ねタイムズで予約してるんですけど、車借りに行きたいと思います。タイムズカーのショップに到着しました。スーパーホテルのすぐ近くにあります。さっきホテルクレッセントに泊まってたんですけど、こっちにすればよかったかな。いいや。向かいには大雪地ビール館というなんか楽しそうな場所もありますね。というわけで手続き完了しました。僕タイムズの会員なんですけど、ピット&ゴーはやっぱスムーズでいいですね。今回の車はこちらになります。マツダのちょっと車種忘れましたけど、一応コンパクトカーで予約してたんですが、ちょっと大きめかな。300の番台ですね。今回はこちらで旅行をします。というわけでナビ設定したんですが、留萌線の起点である深川駅に行く前に、その途中カムイコタンというね、なんか楽しそうな場所があったんで、まずはそちらに行ってみたいと思います。この場所は鉄道だと行きづらいんで、今回ね車借りてるんで、せっかくの機会なんで行ってみたいなと思います。旭川から17キロですね。2、30分で着くとは思います。旭川の市内、車の運転は比較的しやすいかなという感じがします。普段乗ってる車よりも一回りでかいんで、ちょっと怖さもありますが、慣れの問題ですかね。到着しました。こちらがカムイコタンとなっております。橋が見えますね。ちょうど11月1日、あと3日後に橋が修繕で立ち入り禁止になるようなので、本当いいタイミングでしたね。こちらがカムイ大橋、流れてるのは石狩川となっております。ここは昔アイヌの人にとっては交通の難所だったそうで、神に祈りを捧げなければ通れない場所ということで、カムイコタンというふうに名前がなっているそうです。こちらの橋は吊り橋になってまして、最大で100人まで乗れるそうです。岩の形もなかなか特徴的ですね。僕埼玉出身なんですけど、なんか秩父の長瀞を思い出すような、そんな光景です。下の水辺は広くなっているのが特徴で、アイヌ語でパラモイ、広い湾を意味する、そんな名前が付けられております。今気温が4度ぐらいなんで、ずっとカメラを持って喋ってると手がかじかんできますね。寒い寒いね。カムイコタン駅と書かれた建物があります。こんなところに鉄道は通ってなかったと思うんですが、これは作られたものなんでしょうか。あちらには SL も見えますね。なるほど、ちゃんとした駅だったんですね。昔どうやらトンネルが開通する前はここに線路が通ってたそうで、その際にカムイコタン駅として実際に運営されてたそうです。函館本線の駅ですね。そして現在は旭川市の文化財にもなっているそうです。駅舎の中はこのようになっております。しっかりリフォームはされてますが、明治時代の名残を感じる作りとなってます。しっかりとホームの跡も残されております。ホームはねかなり長いです。こちらの駅は函館本線の駅だったんですが、函館本線は北海道の中でも屈指の主要路線ですので、当時の列車は編成が長かったのではないでしょうか。なのでこの長さのホームが残されているんだと思います。カムイコタン駅は修内と伊能の間にあったんですね。
線路が通ってたこちらの道は現在はサイクリングロードになっております。そしてこちらが蒸気機関車、全部で3両あるでしょうか。こちらの機関車は最初にアルファベットがないので、古いタイプの機関車だと思います。ちょっと形式まではね書いてないのでわからないんですが、後で調べてみます。こちらは C57-201 と書かれてます。そして最後はデゴ1ですね。 C と D で何で分かれてるかっていう解説をするとですね、こちらの大きな車輪が3つあるのが C で、大きな車輪4つある方が D というふうに番付がされてます。車輪が3つあることと ABC の3番目ということで C、 ABCD の4番目で車輪が4つなので D というふうに番付がされてるはずです。ただこのような数字の付け方をする前は単純に数字を並べただけのあちらの最初の機関車ですね。あちらの機関車はそのような番付をする前の初期の頃の蒸気機関車の番号だったかと思います。デゴ1はかなり量産されてたはずなんで、6番ってことはかなり古い方の車両だと思います。一応この先もサイクリングロードになってるんでしょうか。このように線路が通ってた跡がしっかりと分かります。 C57-201 は三菱製昭和22年生産だそうです。昭和22年なんで終戦直後の製造ですね。アルファベットで番付する前のこちらの29638は大正7年の製造ということでかなり古い蒸気機関車になります。こちらの道路進入禁止となってまして、このカムイコタンのトイレも11月までの利用となってますね。冬は完全に閉鎖されちゃう場所なんですね。本当ギリギリのタイミングでやってきました。というわけでカムイコタンから深川駅にやってきました。リンゴがこの町は有名なのでしょうか。リンゴのキャラクターもいます。こちらが深川駅の構内。今回は中には入りませんが、ホームは2つあるでしょうか。深川は函館温泉の主要駅なので特急が停車します。この区間に関しては特急よりも普通列車の方が少ないという状況です。そして深川駅からは函館本線から留萌本線が分岐しています。現在は留萌まで行けるようになってますが、来年の春に石狩沼田から先留萌までが廃線となる予定です。そうすると深川から石狩沼田の区間しかもう残んないんでかなり短くなっちゃいますね。そして深川から石狩沼田の間も2026年には全線廃止という、そういう予定となってます。というわけで深川から先駅が11個あるんですが、今回は全ての駅に行ってみたいと思います。深川の人口は約2万人だそうです。深川から留萌の間は一応幹線道路もあるようで、そこに沿って留萌本線も走っているようなところですね。スマホバキバキですいませんって感じなんですが、深川の次の駅が北一安という駅になります。立地としてはここですね。このように留萌本線が伸びております。深川から一駅隣の北一安駅に行きました。1955年開業の駅だそうです。おそらく建物は当時のままなのかな。1階ぐらいは建て替えてるかもしれません。周りはご覧の通り田んぼかな、田んぼがあります。民家は周辺にはいくつかありますが、人の気配はありません。もう深川から一駅でこのような場所に来てしまいます。この辺一帯が一安町という場所だそうで、その北側にあるんでこのような名前になっております。駅舎の中はこのようになっております。一応留萌本線のすべての列車が停車する駅となってますが、2015年以降この駅を利用するお客さんは1日あたり1人しかいないそうです。なのでどことなく寂しい雰囲気がします。これは冬の留萌本線の列車でしょうか。ハロウィン仕様になってますね。かぼちゃが置いてあります。ホームはこのようになってます。こちらが留萌方面乗車口と、あちらが深川方面の乗車口。ガーデニングしてる人がいらっしゃるみたいですね。駅の利用客は少ないですが、現役の駅でもあります。続いて秩父別駅に来ました。僕埼玉出身なんでね、最初秩父別って呼んじゃったんですけど、秩父別です。北海道の秩父別町の中心駅となっております。
この駅はそこそこの利用がありそうな雰囲気がします。自転車も止まってますし、駅舎はログハウス風で結構あれですね、可愛らしい感じがしますね。駅前の通りはこのようになっております。直線の道路が続いております。そしてこちらにはトイレもありますね。さっきの駅よりもたくさんかぼちゃが並んでおります。ホームも先ほどと同じく、一つのみ列車交換はできません。ちょうど12時を知らせる鐘が鳴っております。秩父別町は温泉が有名らしいです。その辺もちょっと秩父に似てますね。というわけで次の駅に向かいたいと思います。 2,3 キロ走って次の駅に来たんですが、これはまた小さな駅ですね。北秩父別駅です。周辺には何もありませんが、ポツンと駅が佇んでおります。一体何のために存在するのかすらもわからないような場所に駅がありました。待合所とかも一切ないような場所です。留萌本線は基本的に1両の路線なので、ホームは短いですね。そしてここがかなりね、高くて危ないです。どうやらね、直近まで待合所があったらしいんですけど、老朽化によって取り壊されたみたいですね。なのでこのように、おそらくここに待合所があったと思うんですけど、現在は立ち入り禁止のロープが張られております。どうせ廃止されるんで、新しく待合所も作るつもりはないということなんでしょう。この駅はすでに1日の利用客数がゼロの駅だそうです。もう土着需要が全然ありませんので、一部の普通列車は通過してしまう、そんな駅となっています。1日、上り列車が4本と下り列車が2本しか止まらない駅となっております。続いてお隣の石狩沼田駅まで行ってみたいと思います。深川から石狩沼田までは2023年以降も存続が予定されています。ただ2026年でこの区間も廃止される予定です。そうすると留萌本線は完全になくなるという、そのような予定になっております。石狩沼田駅にやってきました。ここが2023年の区間廃止以降、留萌本線の終着駅となる予定の場所となっています。場所は北海道沼田町ですね。先ほどいた秩父別町の隣の町となっています。どうやらホタルが有名な場所のようです。そして駅前の街並みはこのようになっております。待合室はこのようになっています。中にはトイレもあります。一応無人駅ではなさそうですね。ただ今の時間は駅員さんはいらっしゃいません。ご意見がたくさん書かれたボードもあります。沼田深川存続してくださいという、そういった内容もありますが、その思いは残念ながら実らずという、そのような状況にはなってしまっています。比較的大きな駅ではあるんですが、列車交換はできないようです。線路は1本しかありません。ただあちらにもう一つホームのようなものがあります。どうやら昔ここに札沼線という別の路線が接続してたみたいで、もしかしたらそのホームの名残なのかもしれません。こちらの駅1日の利用客数は50人ほどはいらっしゃるみたいです。近くに高校とかがあるんでしょうか。この先の区間がいよいよ2023年の4月かな、それ以降に廃止になるエリアですね。ここからはさらに何もないような場所を突っ切るんでしょうか。こちらの沼田町と留萌の間には町という町はなさそうですね。沼田からまた数キロ走ってマップという駅に来てます。面白い名前ですね。こちらも、短いホームがあるだけの簡素な駅です。こちらは待合所がありますね。先ほどいた北秩父別の駅もこのような感じでホーム脇に建てられてたんでしょうか。待合所の中はこのようになってますが、だいぶボロい感じですね。よく見たら下にトンボめちゃくちゃ死んでるじゃないですか。これはあんまり中には入りたくないですね。このドアもかなり硬かったんで、もしかしたら開けちゃいけないのか、そんなことはないと思うんですけど、もうだいぶ人が立ち入ってないような雰囲気がします。何十年も姿形を変えてないような雰囲気がありますね。どことなく寂しさを感じます。留萌線の線路はあんまり歪んでる感じがしないので、ちゃんと整備はされてそうですね。海老島という駅にやってきました。こちらの駅は NHK の連続テレビ小説すずらんで、足も駅としてロケ地になった場所になっております。このようにね、また一味違った雰囲気の建物となってます。こちら足もいとね
かれてます。右から左に読むスタイル。このような形で駅を丸々ロケ地にしてしまっているのは全国的にも珍しいのではないでしょうか。あと北海道だとポッポ屋のロケ地となった生虎駅も同じような感じだったと思います。右にちっちゃく海老島と書かれてますが、足元の方が目立つんで、これ知らずに乗っちゃうと本当に足元駅だと思ってしまうかもしれないですね。一応こちらにも待合所のようなものがあります。こちらはおそらく貨車を改造したタイプの待合所ですね。こちらにはちゃんと海老島と書かれてます。一応駅ノートもあるのかな。ちゃんと駅ノートありました。最新のものだと昨日訪れてる人がいらっしゃいますね。駅舎の中にはロケセットもあります。なんか事前に予約すれば中を見せてもらえるそうです。駅舎の隣にあるこちらの建物もロケセットになっているようです。スズランに登場する常盤児童の建物として使われてたそうですが、外観だけを使用して中の撮影は東京で行われたそうです。なんとも贅沢な建物ですね。一応こちらもロケセットの一つみたいです。馬小屋として使われてたようですね。こちらの旅館と書かれた建物もロケセットの一つになっているようです。駅前はこんな感じで、民家が数軒あるくらいでしょうか。峠下という駅にやってきました。名前の通り峠の下にあると思うんですが、こちら山道になってまして、海老島峠となってます。そちらに佇む駅ですね。駅舎はかなり年季が入ってます。駅舎の中はこんな感じ。ベンチがあるだけの簡素な空間です。もう深川から半分以上は来ております。残りあと留萌までは3駅ですね。ホームがですね、2つに分かれてます。列車交換も可能なようです。あちらには除雪車が置いてあります。留萌線が廃止されますと、この駅の機能も終わってしまいます。刻一刻と迫るその時を待ち続ける運命。すごく物寂しい雰囲気もします。峠下駅から幌沼駅の途中にある踏切に来てるんですが、どうやらここには昔東幌沼駅という駅があったようです。今は更地になってますが、2006年まではここに駅が存在していたようです。おそらくこの辺にあったかと思うんですが、もしくはこっちでしょうか。写真で見た感じ多分ね、ここなんですよね。この線路の左側に駅があったはずです。というわけで現在は何もない場所ですが、廃駅跡の紹介でした。続いて幌沼駅に向かいます。こちらが幌沼駅ですね。貨車を改造した待合室があります。簡素な作りの駅です。駅の目の前は道路が走ってて、建物は結構ありますね。もうここは留萌市になります。待合室の中はこんな感じ。先ほどの海老島駅と同じような雰囲気がします。14時7分発のこちらの留萌行きの列車があと少しで来るんで、そちらを待ちます。一人お客さんはいますが、あちらの方はマニアの方でしょうか。地元の利用客っていう雰囲気はあんまりしないですね。ちなみにこちらの駅は1日あたり現在 0.8 人の利用だそうです。深川から留萌、車で走っても1時間とかなんでね、車社会の北海道ですと鉄道の利用っていうのはすごく限られてますよね。学生か高齢者かっていう感じで、ただどちらもね、バスとかコミュニティバスの方がよりニーズがあるという、そういう状況なんで、この北海道の鉄道廃線っていうのはなかなか免れない現実でしょう。というわけでね、列車がやってきました。次の駅に向かう途中にまた廃駅の跡があるようなので向かってみたいと思います。ただこんな感じで本当に跡形も残ってなさそうなので見に行けるかどうかっていうのは分かんないですが、とりあえず見に行ってみたいと思います。桜庭駅があったと思われる場所にやってきております。もう駅の跡は跡形もなく存在してませんね。1990年の廃止ということでもう32年以上前ですが、ここにも廃駅はあったようです。ちょっと広いスペースがあるんで、あの辺に駅舎とかがあったんですかね。留萌駅の2つ手前の藤山駅にやってきました。周辺は民家はそこそこあります。ただこちらも
2021年の利用状況が1日あたり0人という駅となってしまってます。待合室はこのようになってます。ホームはこのようになってます。もうこの形のホームは見飽きてきました。意外と時間がなくなってきたんで、あとはサクサク行きましょう。終点留萌の一つ手前、大和田駅にやってきました。こちらの駅も貨車を改造した待合室があります。待合室の中はまたもや同じような作りです。ちゃんとね、大和田駅の駅ノートもありますね。ファイルとかノートもね、新しいんで、留萌本線の廃止に合わせてこの駅ノートは作られたのかもしれません。終点の留萌の一つ手前、大和田駅ということで、留萌からの需要があるのか、この駅に関しては1日あたり 1.4 人の利用客がいるようです。列車交換はできないようです。ただ今ある線路の脇がかなりね、スペースが広いので、もしかしたら昔は列車交換が可能な駅だったのかもしれませんね。あちらの奥が幹線道路なんですが、ぐるっと迂回をしてこちらにやってきました。周辺は一応民家はいくつかあります。はい、というわけで旭川から4時間ぐらいかけて現在の留萌本線の終点留萌駅にやってきました。2021年のね8月に来てるんで約1年半ぶりですね。留萌駅の駅舎はかなり大きいです。廃線になった後はどのような使われ方をするんでしょうか。留萌駅は有人駅となっております。あちら奥に深川行きの列車が止まってますね。16時17分発の深川駅、現在は3時ですので、この駅に1時間以上停車していることになります。こちらは留萌のマスコットキャラクターかな。懐かしの留萌本線ということで昔の写真が並んでます。立ち寄ってた石狩沼田駅やチップ別駅の昔の写真なんかも飾られています。有名な留萌駅の蕎麦屋さんはこの時間はすでに閉まってます。いやー、お腹空いてるんで食べたかったんですが残念です。というわけでこの先は2016年に廃止された留萌増毛間を巡ってみたいと思います。増毛までの道のりにも何駅か廃駅がありますが、そちらは今現在どのようになっているのでしょうか。見に行ってみないと分かんないっていうことでね、早速向かいます。こちらが留萌から一つ先の瀬越駅になります。あちらにうっすら瀬越と書かれてますね。多分待合室だったと思うんですが、線路はもう残ってません。何やら資材が置かれてます。留萌から増毛の間は海沿いを走るんで、こちらの瀬越駅も海が近いですね。海沿いを走る留萌線もさぞかし素晴らしかったと思います。続いてレウケ駅の後にやってきてます。海がね近いところにあります。やっぱ日本海ということで荒々しいです。こちらも貨車を改造している待合室が使われてたんだと思います。もうねボロボロになってますね。6年とか経ってるんで、はい、朽ち果てています。線路はね撤去されてますが、でもあそこに線路の跡は見えます。線路はねこちらは残ってますけど、奥の方はもう草ぼうぼうになってますね。深川と留萌の間の駅もね廃止されたらこのような感じになっちゃうんでしょうか。いやー、それにしても雰囲気がものすごく寂しいです。天気もあるんでしょうけどね。廃校になった小学校に来ました。この奥に廃駅もあるみたいなので行ってみます。どうやらここが阿墳駅があった場所の跡地ですね。 JR 北海道立ち入り禁止の看板撤去されているようです。こちらの小学校はいつ廃校になったんでしょうか。まだ比較的新しそうな感じはしますね。今信社という駅の跡地の近くにいるんですが、パッと見た感じね、もう何も残ってないような状況だったので、ここは通過したいと思います。夕暮れもかなり迫ってるんで、あとはもう何かしら残ってるような跡地だけを紹介していきます。おそらくここが舎熊駅があった場所なんですが、ご覧の通り何も残ってないですね。ただスペースは広いので何かしらあったような場所がわかるということで、紹介してます。こっちのかな、ここがもしかしたら線路の跡地かもしれないですね。この駅は運用時は貨車の待合室があったそうですが、現在は跡形もないような状況です。多分これが線路の跡地ですよね。ここはなんだろう、なんか芝生になってます。ゲートボールでもできるんでしょうか。廃線になった跡地をどういう風に活用するかっていうのは難しい問題ですよね。
カムイコタン駅みたいにサイクリングロードにするっていうのも手ですけど、それは観光地じゃないとね、ダメなんで、こういったところではね、そのまま残し続けるしかないんじゃないでしょうか。車の中からの紹介になりますが、こちらが士門別駅の跡地となってます。廃線の跡地は資材置き場にするのがこの辺では一般的なんでしょうかね。こちらは橋別駅の跡地です。この場所も資材置き場になってますね。もう駅の名残は感じられません。というわけでいよいよ増毛の駅の跡地に行きます。ラスト増毛駅に到着しました。綺麗にちゃんと残ってますね。観光地化してるんでしょうか。増毛駅とどでかく書かれてます。髪の毛が薄い方にはいいのか悪いのかって感じですね。一応オープンの時間が平日午後5時までということで、いや危ないですね。ギリギリ間に合いました。中ね面白そうなんで入ってみたいと思います。記念といったらあれですが、ありがとうございましたという文字もあります。列車運行時はこのような景色が見られたんですね。先ほど巡ってきた駅が書かれてます。約 16.7 キロの距離、車だと20分ぐらいで着いちゃいます。自分も髪の毛が薄くなった時は再びここに来ようと思います。線路の跡もちゃんと残ってます。しっかりと保存されてます。こちらが増毛駅のホームの跡地。もうなんか今にも列車が来そうなぐらいしっかりと残ってます。これは当時のままでしょうね。2016年まではここまで留萌線が走ってました。そんな留萌本線も2026年には完全廃止ということで、いやー全ての駅を巡ってきました。やっぱり車だと圧倒的に効率がいいですね。1日で回れちゃいます。増毛町も留萌と同じく港町になってます。あちらにね漁港があって、あちらで海産物の水揚げは行われているのでしょう。こちらの建物は観光案内所になってます。この時間人通りはほぼありません。多分日中もないと思います。ここが一応町の中心部にはなるんだと思います。こちらの建物は丸一本間屋というそうで、国の指定重要文化財になってます。定休日が木曜日ってことで、本日は空いてません。増毛町の中心部はだいたいこんな感じとなります。というわけでだいぶ冷え込んできました。この辺で旭川に戻ろうと思います。ただね、飯まだ食ってないんでめっちゃお腹空いたんですよね。留萌かどっかで飯にしたいと思います。増毛から20分ほど走らせて留萌に戻ってきました。今日の晩飯、こちらのカリーザイオンでいただきます。なんと北海道でもね屈指のスープカレーがいただけるお店が留萌にあるってことでね来ました。いやー楽しみですね。店内めちゃめちゃ雰囲気がいいです。酒は飲めないのでプレーンラッシーをいただきます。そしてやってきました。こちらがカリーザイオンのスープカレー、ニラ豚の卵とじトッピング入りです。ニラめちゃくちゃたくさん入ってますね。豚も大量に入ってそうです。スパイスの香りもねすごくね強めです。いやこれめちゃくちゃうまそうだな。まあまあ食べたんですけど、まだまだ結構残ってますね。ご飯も半分ぐらい残ってます。いや量が多いっす。はい、というわけで旭川駅前に戻りました。いやーね、丸一日運転しましたけど、留萌本線のね全ての駅を巡ることができて、いや良かったですね。今回はね乗らずに車でね巡ったんで、次回はねまた鉄道で乗りに行きたいなと思います。こんな感じでこの動画では旅の様子をね今後も発信していきますので、ぜひねチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。